皆さんこんにちは。少し前まではこんな喋りしかできませんでしたが、今ではこんなにリアルな会話もできるようになりました。すごいでしょ？皆さん制作の中で音声っていろんなシーンで使いますよね。動画制作はもちろん、ウェブサイトへの埋め込みや資料のナレーションに使ったりと、幅広い使い方があります。また AI に関しては画像生成や動画生成が注目されがちですが、音声生成もそれらに負けないくらい劇的な進化を遂げています。さてどうでしょうか？皆さん気づきましたか？実はここまでの僕の音声は一度もマイクを使わず全て AI で生成しています。これフィッシュオーディオという最新の音声生成 AI を使っています。これを活用することで自分の音声クローンをめちゃくちゃ簡単に作れちゃうんです。今回はこのフィッシュオーディオの基本機能や音声を自由自在に組み立てられるエディター機能までこの動画で詳しく解説していきます。僕たちが動画や教材、あるいはサイト用の音声素材を作ろうとすると、これまでは結構アナログな苦労がありました。例えば、マイクを準備して静かな環境を確保する。噛んだら最初からやり直し。録音ボタンの押し忘れ。ストレージの圧迫などによる録音の停止。喉の調子が悪い時に録音できない。こうした録音のしんどさを全て解消して、音声をテキストデータのように扱えるようにするのがフィッシュオーディオの強みです。これが実際のフィッシュオーディオの操作画面です。フィッシュオーディオの基本的な使い方としては、使用する声、いわゆる音声モデルを選択した上で、喋らせたいテキストを入力して、音声データが生成されるといった流れで使用します。ここの音声合成というメニューから、音声の生成を行うことができます。先ほどは僕の声をクローンした音声生成を使いましたが、最初からいくつかの音声モデルが用意されているので、性別や声の特徴などでフィルタリングして、サンプル音声を聞きながら好みの音声モデルを探すことができます。皆さんこんにちは。最近新しいドラマの撮影が始まったんですけど、とても楽しく頑張っています。最新の警備システムの調子はいいね。人工知能の学習能力が向上して、不審者の検知精度が格段に上がった。音声モデルを選択したら、中央のテキストエリアに喋らせたいテキストを入力して、右下の音声を生成するボタンをクリックします。すると、ほんの数秒待つだけで音声データが生成されました。ヒロコードって YouTube チャンネル知ってる？こんな感じでめちゃくちゃ流暢な日本語で作成されています。さらに便利な機能としてタグがあります。テキストの中に特定のタグを挿入することで、音声の表現をより細かくコントロールすることができます。例えば、怒りながら喋ってもらいたい部分には、各括弧の中にそのまま怒りながらという感じで日本語で指示を書きます。他にも小声で囁くように話してもらいたい場合には、囁くようにみたいな感じで直感的にタグに内容を入力するだけです。AI で音声生成できるのって知ってた？ AI で音声生成できるのって知ってた？はい、こんな感じで同じテキストでもタグを使うだけで感情や声のトーンがガラッと変わるのがわかるかと思います。同じ言葉でもシーンによって感情表現を使い分けたいってことがあるかと思いますが、そういった時にタグを使うことで音声に感情表現を加えることが可能になります。では次にボイスクローンのメニューから自分の声をクローン化していきます。まずは自分の声の録音データを用意してここにアップロードしていきます。10秒から30秒ほどの音声データをアップロードするだけで自分の音声クローンが作成されます。またここにある録音ボタンから直接この場で録音することも可能です。音声がアップロードできたら名前や特徴などの情報を入力して音声モデルとして登録します。では早速サンプルの音声を再生してみます。音声生成 AI の進化がやばすぎる。自分のクローン音声を簡単に作って自由に音声生成が可能です。はい、こんなに短い音声データをもとに AI っぽい音声ではなくて本当に人が話しているみたいに呼吸だったりとか喋り方の癖までかなり忠実に再現してくれています。これを先ほど使った音声合成のメニューから音声モデルとして選択することで自分の声を使った音声をいつでも生成することが可能になります。いつも動画を見ていただきありがとうございます。フィッシュオーディオには他にも便利な機能がたくさんあります。サウンドエフェクトの生成や音声データからセリフのみを抽出できるオーディオ分離機能、音声をテキストデータに変換する音声認識など便利な機能がいくつもあります。その中でも自分の声を音声モデルに変換できるボイスチェンジャー機能を紹介します。この機能を一言で言うと AI 音声変換によって自分の声を任意のキャラクターに一瞬で変えられるという機能です。例えば実写の動画で自分の口の動きに別人の声をピタッと合わせたいとき、テキスト入力の AI だと映像の口パクに合わせるのがめちゃくちゃ難しいです。
こういった場合に、この機能を使えば、映像の口パクと生成した音声が完全に一致します。ヒロコードアカデミーというウェブデザインスクールを開講することになりました。あとは、感情の起伏が激しい表現にも向いています。例えば、ちょっと大げさなテンションで、皆さん、こんにちはみたいな話し方を表現したい場合に、元となる音声を提供することで、その独特な話し方を残したまま、別の声に変更することができます。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。なので、よりライブ感を求める音声を作る際には、この機能がおすすめです。次に、ストーリースタジオ機能を見ていきましょう。ストーリースタジオは、尺の長い音声生成に特化した編集機能です。動画のナレーションって、一言で終わるわけではなくて、実際にはたくさんの短いセリフを積み重ねて構成されることがほとんどです。このストーリースタジオでは、複数の音声を組み合わせた編集が可能で、長い文章を一気に処理するのではなくて、段落やセリフごとにブロック単位で生成していくイメージです。画面はタイムライン形式になっていて、ブロックを追加して、その中にテキストを入力しながら全体を構成していくことができます。さらに便利なのが、ブロックごとに音声モデルを切り替えられるという点です。例えば自分と誰かの対話形式の音声が必要な場合でも、この1画面だけで完結することができます。このウェブサイトのメインビジュアル、もう少しババッとインパクトある感じに修正できます？なるほど。ババッとですね。具体的に言うと、文字を大きくする感じでしょうか。それとも色味を鮮やかにするイメージですか。また、音声データを追加でアップロードすることもできるので、ここで BGM や SE などを加えて、すべて統合した形で書き出すなんて用途でも利用できます。また、この機能が何より便利なのは、その場で生成結果を自由に変更できるということです。例えば、10分ある音声の1箇所の言い回しだけを変えたいとき、すべての文章をゼロから生成し直すのはめちゃくちゃ非効率です。ストーリースタジオでは、音声のブロックごとに生成を管理できるので、対象のブロックのテキストを書き換えるだけで、その部分だけ新しい音声で再生成されます。なんていうか、もっと全体的にエネルギッシュって感じというか、テキストエディターやデザインツールで文字を打ち替えるような感覚で、納得がいくまで何度も音声を調整できる。この部分的に修正できるという仕組みが、生成のスピードを圧倒的に引き上げてくれます。フィッシュオーディオは個人だけではなく、チームでの運用もしっかり想定されています。作成した声の素材や、生成に使うクレジットを組織内で共有できるので、例えばチャンネル共通のナレーターを複数人で運用するなんてことも可能です。大規模なサイト制作や定期的なコンテンツ更新が必要な現場において、特定の誰かがいないと作れないという属人性を排除して、クオリティを一定に保てるこの仕組みはかなり実用的だと思います。さらに API も公開されているので、大量の音声を自動生成するようなシステムへの組み込みも可能です。個人での音声生成からチーム運用、システムへの組み込みまで、音声に関するあらゆる用途をこの一つのツールでカバーできるのがフィッシュオーディオの最大の強みだと思います。録音のしんどさから解放されたい方や、自分の声を素材として活用したい方には、このフィッシュオーディオは本当におすすめです。概要欄のリンクから登録をすると、8000クレジットが無料で付与されるので、まずは自分のクローン音声を試してみてください。この動画を見て、こういうことに使えそうかもって興味を持ってくれた方や、実はもうこんな風に使ってるよって活用方法がある方は、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。